ただいまとワンコです。皆さんはアクセサリーやフィギュアなどかっこよく飾ったり、またはお仕事で品物を全体を見せたいときはどうしますか？2つ並べたりいろいろ工夫しますが、やっぱり品よく綺麗に見せたいですよね。そんな時におすすめなのがこの電動回転台です。正面、背面、側面の全方位からの撮影、または展示が可能で、使用範囲も広く、フィギュアやガンプラの撮影、ショーウィンドウ展示など、様々な場面で使用できます。そんな電動回転スタンドを今回ご紹介したいと思います。早速開封作業ですが、今回はメルカリで購入した中古品です。商品の箱を入れずに現物のまま送り、送料を安く上げようという売り手の気持ちもわからんでもないですが、一応機械物なのでせめてプチプチに包んで欲しかったです。意外とどこの運送会社も予想以上に乱雑に物を扱っているので、物販で副業している人はこのことをよく覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。それはさておき、今回購入したのがノーブランドの回転展示台ディスプレイターンテーブルです。内容物は本体と USB ケーブルのみです。 USB はスマホでも使用されているタイプ B。 説明書が入っていなくて正直困ったのですが、サイトなどを見てなんとなく理解できました。とりあえず質感やスペックを見ていきましょう。NSR レビュー。質感ですが、触った印象は非常におもちゃっぽいです。材質が ABS 樹脂なので品の悪いプラスチックを触っている印象です。ショッピングサイトの画面のようにツヤツヤした材質ではないので騙されないでほしいです。なので高級感がないので、仕事用で人目につくような展示用として使用するには個人的にはちょっとおすすめできません。ですが天板も傷がついている印象ですが、実はこれ傷防止用のシートが貼られており、めくるとじゃん、ミラーになっています。なぜかミラーだけは高級感があるように思えます。基本スペックはどうでしょうか。サイズは直径 13.8 センチ、動画では 13.5 センチとなっていますが、ワンコ間違えてしまいました。高さは 3.5 センチでもって重量が 180.3 グラム、まあ約180グラムですね。電池は含みません。そして材質が ABS 樹脂、また電源が単4電池が3本、もしくは18650充電式バッテリー用が使えるようです。さらに USB 電源も使用でき、ケーブルタイプがタイプ B での電源供給となります。さらにモバイルバッテリーなどが使用できます。耐荷重は 3kg ですが、実際はどうでしょうか。後半で実験してみました。細かいスペックは以下動画の通りです。NSR レビュー。先にも触れましたが、電源供給のやり方が4種類あり、代表的なものが単4電池もしくは USB 電源です。またモバイルバッテリーが使えるほか、聞き慣れないですが18650充電式バッテリーとかいう乾電池を一回り大きくしたようなものが使用できます。今回は USB 電源での使用でどんどん説明していきたいと思います。使用方法ですが、各種ボタンから説明していきたいと思います。まず RL ボタンです。RL ボタンが方向転換で
反時計回りに方向転換ができます。1回ボタンを押すと時計回り、もう1回押すと反時計回りとループしていきます。SR と書いてある真ん中のボタンが速度調整ボタンです。SR ボタンでロー、ミドル、ハイの3段階の速度調整ができます。これはローでの計測です。1周約30秒ほどとなります。次にミドルだと1周約16秒。そして次にハイだと1周約10秒ほどになります。角度調整は右側のボタンが ASB ボタンで45度、90度、180度、360度の角度調整ができます。まずは360度の角度調整です。右回転で1回転したら次に左回転で同じく1回転します。次は45度、そして90度、さらに180度、そして戻ってきて360度です。編集で速度を速くしていますが、角度調整も速さを調整することができます。このような感じで回転台が動いていきます。回転を止めるときはどのボタンでも良いので、ボタンを3秒以上長押しで停止します。長押しすると信号が赤から緑に変わります。というか、信号の色が違くね、普通赤が停止じゃねという疑問はさておいて、どのボタンでも長押しで停止できます。でもおかしいよね。 NSR レビュー。今度は重いものを乗せて回転台が何キロまで動くかを実験してみました。まずはサウンドバーです。これを測ってみると約 1.3kg あります。では実際に乗せてみましょう。 1.3kg では重さ関係なくしっかりと回ります。次に PS3 を測って乗せてみました。PS3 の重さは約 4kg となります。確か2代目の PS3 です。乗せると動くのでしょうか。途中まで動きましたが、厳しいのか止まってしまいました。やはりちょっと重すぎたようです。4kg はちょっと厳しいですね。無理ですね。次は加湿器とペットボトル2本で挑戦です。重量は約 3.1kg となります。まず加湿器を乗せてみると回りました。さらにペットボトル2本を置いてみるとなんとか回っています。耐荷重 3kg の記述は本当のようです。ただたまにカクカクするのが少し不安です。回転台の角度調整機能を使って台の上にミニ扇風機を置いてみました。首振り機能のない扇風機などはすごく便利に使えそうです。他の YouTuber の方がやっていましたが、こんな感じでスクロールとかできそうです。いろいろ考えますね。あった方がいい。デメリットとしては、操作ボタンが USB の上にあるのでボタンが押しにくいこと。特に速度調整ボタンが押しにくいです。ランプも赤と緑が逆な気がします。編集で音を上げていますが、かすかにコトコトと音が聞こえます。気になる人は気になるかもしれません。また電池の持ちが悪いこと、
使用するなら USB 電源をおすすめします。そして全体的におもちゃっぽい質感が非常に気になりました。とはいえ USB 電源が使えるほか、リチウム電池が使えるのは経済的にありがたいと思います。重さも 3kg ならあるので、軽いもの、小物などの撮影、展示なら問題なく使えるところがいいですね。電動回転台もスマホで操作するものや耐荷重が 100kg あるなど様々な種類がありますが、回転台の入門機として使用するには良い機器でした。